こんにちは。今回はこちらの米編みのスカーフを編んでいきます。くるっと巻いて首元のところで結べる形に編んでいきます。三角形のここの角から編み始めて、こんな形に編んでいきます。ここのまっすぐ編みのところをお好みの長さに編んで、蝶結びにしたり、一回結びにしたり、お好みの長さに編んでいただけます。今回はポリエステル毛糸とコットン糸の2種類の糸で同じように編んでいきます。よかったらお好みの糸で編んでみてください。では今回はダイソーさんの段染めリサイクルポリエステル毛糸、色がレッドミックス、こちらを使用します。ポリエステル 100%、約 60g、約 140m。おすすめのかぎ針は7号になっています。かぎ針は7号を使用します。コットン糸の方はパンドラハウスさんで購入したレインボーファインコットン。こういったグリーンからベージュのグラデーションの糸で編んでいきます。カラーナンバーが1005番。綿 95%、ポリエステル 5%、約 150g、約 600m。使用かぎ針は3号から4号になっています。かぎ針は4号を使用します。では三角形のここの角から往復でこういう感じで編んでいきます。まず作り目の鎖編みを1つ編んだら細編みを2つ編みます。そしたら2段目からは両端で増し目をしながら米編みを編んでいきます。では最初の作り目を作って、で作り目の鎖編みを1つ編みます。ここから編んでいきます。まず1段目ですね。立ち上がりの鎖編みを1つ編んだら、1つ目の鎖編みに細編みを2つ編んでいきます。下1本のところに針を入れて、上2本すくって、細編みを1、同じところに針を入れて、2、これが1段目ですね。そしたら次は2段目ですね。また鎖1つで立ち上がります。で、裏にして、この2つの細編みにそれぞれ2つずつ細編みを編んで増し目をしていきます。その間に1つ鎖を編んでいきます。こちらの細編みの頭ですね。ここに針を入れて細編みを2つ。1、同じところに針を入れてもう1つ細編み。2つ編んだら鎖を1つ挟んで、次の細編みですね。この頭に針を入れて、また2つ編んでいきます。1、2。これが2段目ですね。では次3段目は、また鎖を1つ編んだら、裏にして、また端の細編みですね。こことここ。ここに2つ編んでいきます。一番端の細編みの頭に針を入れて、1、同じところに針を入れて、もう一つ細編みですね。端で増し目をしていきます。2つ編んだら、鎖を1つ編みます。そしたら、次ここの細編みの足が2本見えてますね。ここの次、ここが鎖のスペースですね。ここのスペースに
針を入れて、ここに細編み。で、鎖。そしたら、細編みが2つあるので、次の細編みを飛ばした一番端の細編みですね。ここの頭に針を入れて、ここに2つ細編み。1。同じところに針を入れて、細編み。こんな感じですね。また次の段は1つ鎖を編んで立ち上がったら、裏にして、また両端の細編みに2つ細編みを編んでいきます。一番端の細編みの頭に針を入れて、1、2、で、鎖を1つ編んだら、細編みですね。細編みの2本のところが見えるので、ここのスペース。鎖のスペースに針を入れて、細編み、で、鎖。この細編みを飛ばした次のここのスペースですね。鎖のスペースに針を入れて細編み。細編みを編んだら鎖。そしたら一番端の細編み2つが来るので、次の細編みを飛ばした一番端の細編みの頭に針を入れて、ここでまた増し目ですね。1、2。こんな感じで両端のところで増し目をしながら編んでいきます。では、両端で増し目をしながら55段まで編んできました。では、ここを48センチぐらい編んできたので、両端を15センチぐらいずつ取って、今度はリボンを編んでいきます。今回は中細よりも少し太めの糸を7号で編んで、で、この15センチの中に細編みが19個ありました。いろんなお好みの糸で編まれると思うんですけども、まずこの15センチを測って、で、中の細編みの数を数えて、で、両端でその数を揃えて、マーカーをつけておきます。今回は19個目の、ここですね。19個目の細編みに、それぞれマーカーをつけています。こちらのコットン糸の方は、中心から糸を取って、4号で同じように編んできました。ではこちらも上の長いところを48センチぐらいになるまで編んできました。段数は72段です。で、両端をさっきと同じように15センチ測ると、この中に細編みが24個ありました。なので、両端の細編み24個目にそれぞれマーカーをつけています。では、こんな感じの形になるように編んでいきます。ここの端のところは、今までと同じように、一つの目に二つ細編みを編んで増し目をしていきます。で、この内側の方は、毎段2目一度で減らし目をして、で、2、3センチの幅になるところまで編んだら、あとはまっすぐ編みで編んでいこうと思います。では、こんな感じで編んでいきます。水色の段がマーカーをつけたところの段ですね。ここがマーカーをつけた細編みですね。で、1段目からこんな感じで往復に編んでいきます。で、奇数段の茶色の段は、端で今までと同じように、一つの目に二つ編み入れて増し目をしていきます。で、増し目、鎖というパターンと、増し目、細編みというこの二つのパターンですね。これを交互に編んでいきます。で、こちらの内側の方ですね。ここは毎段
2目1度で減らし目をしていきます。で、だんだん減って、最後2、3センチになるところまで、このまま編んでいきます。続いて編んでいきます。1段目ですね。鎖編み1つで立ち上がったら、裏にして、この端のところは、1つの目に同じように2つ編んでいきます。で、鎖を1つ編んで、次のスペースに細編みですね。こんな感じで、マーカーの方まで編んでいきます。では、マーカーの手前のところまで編んできました。こちらの内側の方の減らし目は毎回一緒なんですけども、鎖を1つ編んだら、最後のスペースと最後の細編みですね。ここで2目一度をしていきます。マーカーを外して、この最後のスペースに針を入れて、糸を持ってきます。で、マーカーのところですね。最後の細編みのところにも針を入れて糸を持ってきます。で、この針にかかっている糸を一気に引き抜いて、2目一度ですね。これで減らし目になります。では2段目ですね。内側の方ですね。ここも毎回一緒で、鎖1つで立ち上がったら裏にします。で、今2目一度をした頭のところですね。ここに針を入れて糸を持ってきます。で、すぐ横のスペース。ここに針を入れて糸を持ってきます。で、3本一度に引き抜いて、これも2目一度ですね。そしたら、鎖を1つ編んで、で、次のスペース。ここに細編みという感じで編んでいきます。では2段目の最後ですね。鎖を1つ編んだら、最後のスペースに針を入れて細編み、鎖、で、一番端の細編みの頭に針を入れて、細編み。では3段目ですね。鎖1つで立ち上がったら裏にします。で、ここは増し目ですね。1つの目に2つ細編みを編み入れます。そしたらすぐ横はスペースなので、ここはスペースに針を入れて、ここも細編みですね。細編みが3つですね。そしたらここから普通に鎖、細編みと編んでいきます。では3段目の最後のところですね。鎖を1つ編んだら、一番最後のスペース、ここで糸を持ってきて、で、一番端の細編みの頭に針を入れて、ここも糸を持ってきて、この3本を一度に引き抜いて2目一度ですね。毎回こんな感じで終わります。では4段目、鎖1つ編んだら裏にして、2目一度の頭と次のスペースに針を入れて糸を持ってきて、ここも2目一度ですね。そしたら鎖を1つ編んで、次のスペースに針を入れて、あとはもう一緒ですね。こんな感じで編んでいきます。では4段目の最後の方ですね。鎖を1つ編んだら、最後のスペースに針を入れて、細編み。で、鎖を1つ編んだら、ここは3つ細編みがあるので、この端の2つのところに1つずつ細編みを編んでいきます。1つ細編みを飛ばして、真ん中の細編みに細編み。で、一番端の細編みに細編み。こんな感じですね。では次は5段目ですね。前回は増し目、細編みだったんですけども、今回は増し目、
鎖になります。5段目は鎖1つ編んだら裏にして、一番端は増し目ですね。1、2、そしたらここは鎖ですね。で、次のスペースに細編み、鎖と編んでいきます。こんな感じで、ここの幅が2、3センチになるぐらいまでしばらく編んでいきます。では、35センチぐらい編んできて、で、ここの横幅が約 2.3 センチぐらいになっていて、目数は6目になっています。では今回は6目ということで偶数目で編んでいくんですけども、奇数で終わった方は両端の編み方が違ってきますので、こちらを参考に編んでみてください。偶数目なので毎段同じ編み方ですね。最後は細編み2つという感じですね。この段も細編み2つ、ここも細編み2つですね。こちらで好みの長さになるまで編んでいこうと思います。ここのまっすぐ編みのところは、結んだ形が均等になるように、3センチぐらいの差をつけて編むといいと思います。では少し編んでいきます。鎖一つで立ち上がったら裏にして、足元の細編みに細編み、で鎖、次のスペースに細編み、鎖、で最後のスペースと一番最後の細編みにそれぞれ細編み。そしたら次の段ですね。また鎖を一つ編んで裏にしたら、足元の細編みに細編み、鎖、スペースに細編み、鎖、で最後のスペースと最後の細編みにそれぞれ細編みを編んでいきます。1、2、こんな感じで同じ編み方でしばらく編んでいってください。では増減なしで少し編んできました。このあたりでこちらもまた左右のバランスを見たいので、ここから同じように編んでいきます。で、このように置いて、で、こちらの編み図ですね。また1段目から編んでいきます。こちらは外側から糸を取って、このベージュの糸で編んでいこうと思います。では、ここの一番端の細編み2つのところですね。ここの一番端の細編みの頭に針を入れて、こちらのベージュの糸ですね。これを持ってきます。で、鎖一つで立ち上がったら、裏にして、まずここの端の目に細編み2つですね。増し目をしていきます。1、2、で、鎖を編んで、で、次のスペースからまた交互に編んでいきます。こんな感じでさっきと同じように編んでいきます。では、まっすぐ編みのところをそれぞれ編んで完成しました。よかったらいろんなお好みの糸で編んでみてください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。